こんにちは、ゆかです。先週、アップルからさらりと新時代の M シリーズチップである M5 と、それが乗った MacBook Pro と iPad Pro が発表されました。M5 iPad Pro の先行レビューはもうすでにこちらにアップされているので、ぜひそちらも興味あれば合わせてチェックしていただきたいんですけど、この動画では M5 MacBook Pro をじっくりチェックしていきたいと思います。まず外見のデザインなんですけれども、M4 と比べるとほぼ全く変わっておりません。ですがおそらくこの動画をご覧の方は M4 から買い替えるか迷っている人より M4 以前の M3、M2、M1 とかをお使いの方が今回 M5 変えようかな、どうしようかな、どんな感じなのかなって思っている方が多いと思うので M4 以前と比べて変わっているところも軽く紹介していきます。カラーはスペースブラックとシルバーの2色で、スペースブラックの仕上げには酸化被膜シールが採用されていて、指紋がつきにくくなっています。今回は M5 という新世代のチップが出て、同時に出たのは14インチだけで、16インチが今のところ M5 ではないんですけど、16インチの方はおそらく M5 Pro とか M5 Max が出た時に一緒に出るんじゃないかなと思います。ディスプレイはリキッドレティナ XDR ディスプレイでナノテクスチャーオプションを選択可能です。ナノテクスチャーありとなしでは画面の反射がかなり変わるので、一度体験するとちょっと戻れなくなっちゃうような、なくてもいいかなと思うんですけど、あるとね、めちゃくちゃ QOL が上がるみたいな感じのものです。ちなみにナノテクスチャーモデルを選択すると専用クロスがついてきます。ポートは M4 の時と同じサンダーボルト4の USB-C ポートが3つあります。M4 Pro と M4 Max はサンダーボルト5だったのですが、今回もベースの M5 ではサンダーボルト4のままでした。他のポートは今までと同じ SDXC、HDMI、そして 3.5mm ヘッドホンジャック、そして充電用の MagSafe 3ポートです。M4MacBook Pro からカメラが12メガピクセルのセンターフレームカメラになったので、M4 以前のモデルからアップデートする方は画質がとても良くなっていると感じられると思います。ということで、ほとんど見た目が変わっていないんですが、強いて言うならすごく細かいところなんですけど、キーボードのファンクション、コントロール、オプション、コマンドあたりのデザインがちょっとだけ変わっていました。今回の注目ポイントは、外側には全くないんです。全部中身なんですよ。M5 チップの進化において最も重要な点は AI 系のタスクの高速化です。M5 には新しくニューラルアクセラレーターというものが導入されていて、それが最大のニュースです。M5 の GPU は10コア構成で、各 GPU コアに専用のニューラルアクセラレーターが1機ずつ組み込まれています。つまり GPU の内部に複数の AI 処理を同時並行に行える仕組みが直接組み込まれているということです。これによって GPU を使った AI 処理がめちゃくちゃ速くなります。他にもニューラルエンジンという言葉も聞いたことあるかもしれませんが、こちらももちろん健在で M4 と同じ16コアのままなんですけど、動作周波数、データスループット、電力効率が向上しているので、Apple Intelligence やサードパーティー製の AI モデルの処理がより高速になったり低レイテンシーで実行できるようになっています。CPU のニューラルアクセラレーターは GPU とニューラルエンジンのアクセラレーターを補完するもので M5 全体で AI パフォーマンスを最適化する役割を担っています。ということでちょっと難しかったかもしれないんですけど、要するにですよ、GPU は今までだったら主に描画系、レンダリング系、グラフィックス系のことを担当していたんですけど、AI 関係の演算、画像認識とか生成系のものっていうのは、ニューラルエンジンという別のユニットが担当しているというような状態でした。M5 では各 GPU コアにニューラルアクセラレーターというものが統合されているので、GPU がその画像系のものをレンダリングしながら、その場で AI 推論とかを同時並行で処理できるようになっています。ということで、さらにわかりやすくちょっと例えると、今までは画像を描く人の担当者と AI で画像を解析したり補正したりする人が別々の人だったみたいな感じなんですよ。だけど M5 だと画像を描く人が10人いて、そこに AI アシスタント1人ずつついてるみたいな感じなので、描きながらリアルタイムに AI 補正をしながらっていうことができちゃうというようなイメージです。AI を MacBook Pro のローカルで動かすっていうのがどういうことなのかっていうのをちょっとテストしていきたいと思います。まず、トーパズビデオっていうアプリがあるんですけど、これは主に AI を使って低解像度の動画を高解像度にアップスケールしたりとか、ノイズ除去したりとか、そういったことができるアプリです。今回私の秘蔵の映像を持ってきまして、私が
もう赤ちゃんというか子供の時に8ミリビデオなのか VHS なのか、昔のビデオで撮って、それをデジタルにコンバージョンしてもらったもので、元のサイズもうめちゃめちゃ小さくて400ピクセルとかなんですけど、4K60 フレームにアップスケールするっていうことをやってみるんですけど、これってどういうことをやってるかっていうと、これちょっともともと何フレームかわかんないですけど、絶対に60フレームではないので、フレームとフレームの間をまず AI で生成しなきゃいけない。そしてアップスケールするときにもう足りない情報がめちゃくちゃあるので、結構ガビガビなんでね。それを AI で保管しなきゃいけないという、そもそもフレームを生成して作り出したり、今あるフレームもアップスケールしたりと、処理が結構重いような作業だと思います。M5 のベースモデルのものと M1Max の 64GB メモリーの結構モリモリバージョンのものと比べたところ、M5 では7分29秒、M1Max では9分31秒ということで、20% 高速に M5 の方が、メモリもめっちゃ少ないのに処理することができました。で、さらにファンもめちゃめちゃ鳴ってて、M1Max のファンがすごい回ってて、筐体が結構熱くなっていました。もう一つ M1Max と AI 性能を比べてみたアプリがドローシングスという、これはね、Mac、iPad、iPhone でも使えるアプリなんですけど、ローカルで動作する AI で画像生成したり修正したり編集したりできるアプリです。こちらは全く同じモデルで全く同じプロンプトで画像生成をしたところ、なんと M1Max では28分かかった作業が M5 だと8分でできちゃいました。なのでこれは全然違う結果が出たのでちょっとびっくりしました。一方でダヴィンチリゾルブの動画書き出しの方は1時間の 4K3 カメの動画のマルチカメラ動画を書き出したところ M1Max が19分40秒で M5 が19分ついでに M4 の 16GB でもやってみたんですけどそれでは22分かかったのでこういうなんか AI を使わない GPU、CPU だけの書き出しだと M1Max ってそもそも64GB メモリなので AI 作業ほどの差は出ずという感じでした。CPU パフォーマンスに関しては4つの高性能コアと6つの高効率コアからなる10コア CPU を搭載していて、マルチスレッド CPU パフォーマンスは M4 と比較して約 20% 高速になっています。M1 から比べると M5 の CPU 性能はもうすでに約2倍というところまで来ています。今回 M5 の GPU が M4 に比べてパフォーマンスの伸び率がプラス 33% と大きく伸びていて、ニューラルアクセラレーターの AI 対応最適化などによる恩恵が大きいと思うんですけど、実質的に M1 の約 2.3 倍の GPU 性能になっています。レイトレーシングを使用するアプリでは M4 と比べてグラフィックス性能が最大 45% 向上しているということなので、今回はサイバーパンク2077を試してみたいと思います。サイバーパンク2077では M4 と比較して最大 1.6 倍、M1 と比較して最大 3.2 倍の高速なフレームレートを実現しているそうです。今こちらレイトレーシングをオンにしている状態です。はい、サイバーパンクやったことない方に簡単に説明するとなんか荒廃した未来ディストピア都市みたいなところでいろいろとミッションをこなしていくみたいな感じなんですけど、今お見せしたいのはこのゲーム自体もそうなんですけど、レイトレーシングがすごいっていうことをお見せしたくて、このなんかツヤツヤした床のところに光が反射してるの見えますよね。これとかレイトレーシングだと思うんですけど、こんな感じで超リアルだし、この明るいところの HDR というかね、ナノテクスチャーついてるので、反射もしないし、めちゃくちゃ没入感があって、すごいです。明るいところはめっちゃ明るくて、暗いところとのコントラストがすごい綺麗だなという感じですね。こういったところもすごいこの地面の濡れてる感じとかがレイトレーシングでめちゃくちゃ綺麗になってます。このガラスの反射もレイトレーシングだと思います。いや、すごいですよね、最近のゲームは。こんなリアルな世界を自由に動き回れちゃいます。こ
こことか超明るいんだけど、すごっ。動画だとなかなか伝わりにくいと思うんですけど、画面の綺麗さが本当に半端ないです。あともう一つとても嬉しいアップデートで、メモリーとストレージも今回アップデートのポイントで、M5 のユニファイドメモリーは 153GB パーセカンドの帯域幅になっていて、M4 と比較して約 30% の増加になっています。SSD の読み書きも M4 に比べて2倍の速度になっていて、これも大きい動画ファイルを扱ったり、ローカルの AI モデルを動かすのに役立つと思います。そして今回初めてベースモデルで 4TB まで SSD を増やすことができるようになりました。MacBook Pro は毎年買い替える必要はほとんどないと思うんですけど、数年前のチップを使っている場合は、今回 GPU も CPU も AI 性能もメモリや SSD なども例年よりも結構大きめのジャンプがあったので、なかなかいい買い替え時なのではないかと思います。ということで今日は M5MacBook Pro の紹介でした。もしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。